岡田瑠衣です。ストレンジャーズ・ヘブンの主題歌はいい。でも、龍が如くへ糸を失敗作にした横山竹内ラインのシナリオは期待できない。そういう投稿をよく見かけます。失敗だと言われる理由ははっきりしています。因縁の相手との対マンも、桐生さんの壮絶な最後も、敵を倒してスッキリする爽快感も8には用意されていない。だから物足りないという不満です。私は8をプレイして一度も物足りないとは思いませんでした。そう感じた人がいるのもわかります。合う合わないは人それぞれです。ただその物足りなさは8の出来が悪いせいではありません。作れたはずのカタルシスをニュースターがあえて与えていないからです。失敗だと言われているその欠けている部分は狙って作られたものだと私は考えています。だから8で失敗した2人だから新作も期待できないという切り捨て方には納得できません。8は与えなかったカタルシスの代わりに別のものを書こうとしました。それが何なのか、なぜそこまで踏み込んだのか、物語の核心まで触れますので、未プレイの方はここで引き返してください。なぜこれを設計と呼べるのか、ここでこう思った人もいるはずです。設計だというのはただの後付けではないか。出来が悪かっただけなのに、あえてだと言えばどんな欠点でも擁護できてしまう。狙って外したのか、単に外したのか、外から見分けられるのかと。見分けられます。根拠は2つあります。1つ目は欠けたものの向きです。普段なら別々に用意されるカタルシスは8ではどれも欠けています。しかもその欠け方が揃って桐生さんをヒーローから生身の人間へ戻す方向に向かっている。単に出来が悪くて欠けたのなら向きはばらつくはずですから、ここまで揃っているのは意図を疑う根拠になります。これまでの龍が如くは1対1の決着や勝利の爽快感を積み重ねて桐生さんを伝説へ押し上げてきたシリーズです。その作り方を熟知したスタジオが確実に効くはずの快感を8だけ全て封じている。この事実は向きの揃いが偶然ではないことの補強になります。2つ目は欠けた分の埋め方です。カタルシスを与えない代わりに衰えていく体で生きる時間や一番たちの伴奏、卵焼きが食べたいという願いが丁寧に描かれています。下手で欠けただけならこうした穴埋めは出てきません。代わりが用意されていること自体が意図的だったことを示しています。総監督の横山正義さんとメインストーリーを書いた竹内和信さんもこれを認めています。一番に因縁の相手を倒させなかったのも、桐生さんのエゴまで書いたのも、作る前から立てていた狙いだとインタビューで明かしています。2つの状況証拠にこの証言が加わります。これらを合わせると、8でカタルシスが欠けているのは設計の結果だと判断できます。ここで言葉を一つ整理させてください。失敗作という言い方には2つの意味が紛れ込んでいます。1つは設計の失敗です。狙いを立ててその狙いに届かなかったという意味の失敗。もう1つは期待のすれ違いです。こちらが望んでいたものと作品が差し出してきたものが食い違っていたということ。この2つを分けると8がどちらなのかがはっきりします。8は狙いを立てていました。今見た通り、その狙いは与えなかったカタルシスの向きに綺麗に揃っていて、衰えていく時間や一番たちの伴奏としてちゃんと形になっています。狙って立てて狙った通りに達成している。8は設計の失敗ではありません。ではあの物足りなさは何だったのか。望んでいたカタルシスと差し出されたものが食い違った期待のすれ違いです。このすれ違いは本当にあります。私はそれを気のせいだというつもりはありません。ただすれ違いと設計の失敗は別の出来事です。望んだものと違うものが来たからといってその作品が失敗したことにはなりません。このすれ違いで残った気持ちは理屈の届かないところにあります。1カタルシスを手放して桐生さんを生身に戻す。一つ目の狙いはカタルシスを手放すことです。横山さんはインタビューで伝説のヒーローは放っておくと美化されてしまうから桐生さんのエボまで含めて見つめさせたかったと語っています。神格化した綺麗なヒーロー像で終わらせず
人間臭いところまでひっくるめて桐生さんを深く。そのために8は危機の強いカタルシスをいくつも手放しています。戦いの組み方からして変わっています。8でも桐生さんは竜脱ぎをしますが、海老名との対マンにはなりません。戦うのは桐生さんですが、仲間も加わって最後まで一人にはさせない。絆覚醒も同じで、一人で竜の力を振るうモードなのに、発動の鍵は絆ゲージです。仲間との絆が溜まって、初めて本来の力が出ます。主人公の一番にも因縁の相手、エイジがいます。竹内さんは一番にエイジを殴り倒させると、プレイヤーがエンディングに物を投げつける側に回ってしまう。だからあえて戦わせなかったと話しています。倒してスッキリする快感は、裏を返せば復讐を肯定する快感です。それを与えれば復讐が正しいことになってしまう。だから一番は最後にエイジを助けます。そしてヒーローの死を与えません。壮絶な最後で幕が下りるとき、観客の胸には深い感動が残ります。桐生さんほどの男ならなおさらです。ふさわしい散り際を見たい。あの男らしく見事に行かせてやりたい。そう願うのは桐生さんを愛してきたからこそです。桐生さんは末期の癌を患います。ここで華々しく散らせれば伝説のまま終われた。けれど8はその最後を与えません。代わりに与えるのは衰えていく時間です。癌はだんだん体を蝕んでいきます。かつての竜の力も姿も失われ、痛みも苦しみもある。長く患うほど心も揺れます。劇的でもかっこよくもない時間です。それでもその衰えを抱えて最後まで生きることは人が生を全うするということです。竹内さんはお気に入りのシーンにラストを挙げて、あの桐生さんは歴代で一番強く一番かっこいいと信じて書いたと語っています。敵をなぎ倒す強さの話ではありません。に綺麗な区切りをつけない。2つ目は終わり方そのものです。現実の終わりや別れにすっきりした決着はめったにありません。納得できないまま人は去り、言いそびれた言葉が残り、気持ちは割り切れないまま日々が過ぎます。物語は普通、その割り切れなさを整理して観客に綺麗な区切りを差し出します。8はそれをしません。桐生さんは死なず、病を抱えたまま日常に戻ります。割り切れないものは割り切れないまま残ります。物語としては不親切です。それでも人が現実を生きていく姿にはこの終わり方の方がずっと近い。桐生さんを死なせないのにも理由があります。一番は知っている人間に死んでほしくない。その一心で動く男です。死へ向かっていた桐生さんを生きる側へ引き戻します。海外版サブタイトルインフィニットウェルスは椎名林檎さんの有り余る富から取られています。横山さんは一番にとって一番大事な富は人の命なんだろうと話しています。だからこそ桐生さんを死なせません。では一番は脇に回されたのか。7で主役は桐生さんから一番に変わりました。ラスボスの海老名はその一番の異母兄弟。血筋で言えば決着をつけるのは一番のはずでした。なのに8ではその対決を桐生さんが持っていく。主役のはずの一番は自分の物語の山場で後ろに下がったように見える。そこに納得しきれなかった人もいるはずです。その気持ちはもっともです。まず一番が海老名にとどめを刺さない理由から。前に触れたように竹内さんは一番を敵を倒してスッキリさせる役にはさせたくなかったと話しています。一番は相手が敵でも一度好きになったら放っておけない男で、憎しみで動くタイプではありません。ではなぜ桐生さんが代わりに立つのか。横山さんによれば、海老名が本当に向き合うべき相手は自分を苦しめた極道そのものです。それを一心に背負っているのが桐生さん。血のつながった一番ではありません。海老名はどこかで誰かに止めて欲しかった男です。桐生さんはその海老名と信念をぶつけ合い、伝説の竜として戦って倒します。ただ桐生さんの戦いは倒して終わりにはなりません。勝ったその場で桐生さんは海老名に頭を下げる。ヤクザたちに、そして海老名自身に生きてやり直す道をくれと頼みます。極道を代表して詫びながら、
海老名が抱えてきた寂しさを正面から受け止める。海老名が背負っているのは極道そのものへの恨みで、それを極道ごと引き受けられるのは桐生さんしかいません。その間、一番はどこにいたか。海老名も含めて誰も死なせない側に立っています。死へ向かっていた桐生さんを生きる側へ引き戻すのも一番でした。8が一番に任せたのは人を生かす仕事です。血筋の決着が桐生さんに渡ったことへの引っかかりは理屈だけで消える種類のものではないと思います。8の設計の中で一番に与えられていたのは最終決戦の一番難しい仕事だった。そこまでは言えます。なぜ8で桐生さんは竜を手放すのか。もう一つ別の角度の引っかかりがあります。怠慢も熱い決着も竜が如くがずっと描いてきたものです。それを8だけが急にやめたのはいかにも不自然に見える。しかも桐生さんは6で自分が死んだことにして表舞台を去ったはずなのに、また主役として戻ってきます。どちらも引っかかって当然です。まず8だけが違う点から。過去作で決着のカタルシスが桐生さんをヒーローに押し上げてきたことはすでに触れました。ここでまた決着を与えれば桐生さんは一層ヒーローになってしまう。だから8は決着を与えませんでした。次に一旦退場した桐生さんを呼び戻したことにも筋が通っています。6は桐生さんにヒーローらしい幕引きを与えました。自分が死んだことにして残された人たちを自分の影から解き放つ綺麗な退場です。リュースタが8でやろうとしたのは、その綺麗に退場したヒーローをもう一度一人の人間として描き直すことでした。ヒーローらしく死んで幕を引きたいという桐生さん本人の願いに改めて向き合わせて、その願いを叶えません。戻し方も丁寧です。桐生さんを8へ戻すために、リュースタは失態で名を消した男を1本作りました。6と8の間、桐生さんが名前を捨てて生きた時期を丸ごと1本のゲームで埋めています。そしてシリーズの看板はもう1番に移っています。だから桐生さんは何もかも一人で背負うヒーローでいなくてよくなりました。その重荷から解かれた今だからこそ、堂島の竜という看板を下ろして一人の人間として生きられます。リュースタが本当に伝えたかったもの。桐生さんの歩みを追うと、これがはっきり見えてきます。8の中盤、病のアジトでこんなやりとりがあります。体を気遣われても、桐生さんはまだ突っぱねる。先が長くねえことは分かってる。だが俺にはやるべきことがある。けれど、これから戦いが続くのに、今のあなたは足手まといだと突きつけられて、ようやく観念します。情けねえな。頼られてきた竜が、頼り、譲る側に回ります。一人で背負う構えが、ここで初めて緩みます。この一人で背負うというのが、桐生さんを長く縛ってきたものでした。自分は堂島の竜として、全てを引き受けねばならない。発端は、人のために自分のものでもない罪を背負ったことです。以来ずっと、その役割を保つことが、一人の人間として生きることより優先されてきました。ヒーローらしい死を望んだのも、その役割を一番美しく終わらせる道だったから。ただ、その死は同時に逃げでもあります。残された時間を病と共に生きる現実から目をそらす道です。その縛りを桐生さんは一人では手放せませんでした。手放させたのが一番たちです。爽快感や感動はプレイヤーを外側からよく頑張った、辛かったねと慰めて気持ちよく送り出してくれます。気持ちのいい支え方です。一番たちは別の場所に立っています。桐生さんと同じ目線でそれぞれ抱えきれないものを抱えたまま、そういうこともあるよと毎と肩をなべて歩く。引き止めたいのは堂島の竜という看板を下ろしてもなお残る桐生さんという一人の人間です。一番立ちがしているのは伴奏です。そして役割よりも先に卵焼きが食べたいという一人の人間の願いが戻ってきます。逃げ込む先だった役割から桐生さんは少しずつ離れていく。エンディングドラマを最後まで進めると、生きることは逃げないことというトロフィーがもらえます。ヒーローの死にも背負った役割にも逃げ込まず、割り切れない毎日にとどまる。そう決めた時、桐生さんは長く自分を縛ってきた思い込みからようやく自由になります。
横山さんと竹内さんが桐生さんに選ばせたのはこの生き方でした。こんな物語が書けたのは龍が如くが18年かけて桐生さんという伝説を築いてきたからです。そこまで積み上げたからこそ最後に看板を下ろす場面が効きます。そして手放したのは桐生さんだけではありません。綺麗な決着で答え続けるやり方をシリーズ自身もここで手放しました。一歩引いてみると作中の人物も長く遊んできたプレイヤーもそして作り手もそれぞれの役割を手放して自由に生きる側へ回っている8の全体をこの一本の軸が貫いています。私たちは共に旅をした。ここまで価値が何を書いたかを話してきました。最後にもう一つだけ。横山さんは8を桐生さんのロードムービーとして作りたかったと語っています。龍が如く3の頃からずっと温めていた構想だそうです。ただ8は桐生さん一人の物語ではありません。いくつもの人生が重なる群像劇です。こういう物語を小説や映画で受け取るなら私たちは外から眺めることになります。一人一人の人生を観客として見届ける。8は違います。私たちは自分で一番を動かし、桐生さんを動かして何十時間も彼らと同じ時間を過ごしました。何でもない時間の方がずっと長かった。ハワイの街を一緒に歩き、店に入ってご飯を食べる。海辺で時間を潰したり、仲間と他愛のない話をしたり、どんどこ島では一番と一緒に何時間もゴミを拾ったし、桐生さんが会いたい人には会いに行きました。桐生さんと過ごしたその時間の名前が、先ほどの生きることは逃げないことです。だから、役割を手放して割り切れない日々を生きるという桐生さんの選択は、頭で理解して終わりにはなりません。何十時間もかけて、一緒にその日々を過ごした分、腑に落ちる。外から見届けて終わる映画には、できないことです。そして、ストレンジャーザ・ヘブンで、龍が如く8のキャッチコピーは、それでも人生は続くです。綺麗な区切りがつこうがつくまいが、人生はそのまま続いていく。桐生さんはヒーローとして幕を引かず、その続きを生きていきます。8が描いたのは、こうして続いていく日々そのものでした。私には、これが失敗作には到底見えません。最初の横山竹内ラインだから期待できないという声にもう一度戻ります。8でやったのは作れるはずのカタルシスを自分から手放すことでした。気持ちよく終わらせる道はいくらでもあったのに、それを使わず割り切れないものを割り切れないまま差し出した。逃げ道を使わなかったという気構えの話に見えて、本当はその技術を持っているかどうかの話です。割り切れないものを一本の物語として成立させるのは、それ自体がとても難しい。二人はその難しい仕事を一度実際にやってのけています。気構えは次の作品まで持ち越せませんが、一度見せた技量は次もできるという見込みの根拠になります。その二人が次に手掛けるのが、ストレンジャーザ・ヘブンです。公式の言葉を借りれば、居場所のない男たちがそれを求めて戦う50年。しかも彼らはただ探すだけでなく、自分の手でその場所を作ろうとします。自分を縛るものから自由になる姿を描いた蜂と、立っている地面は同じです。同じ難所に、同じ地面でもう一度挑むことになります。難しいことを一度やってのけた二人が、地続きの題材でもう一度挑む。これに期待できないなら何に期待していいのかわからない。横山竹内ラインに期待する根拠はもう揃っています。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。岡田瑠衣がお届けしました。ありがとうございました。蒼天堀の帝王なんて呼ばれて、それでできた居場所ってのも